皆さんこんにちは。今日は2022年買ってよかったものベスト10を紹介していこうと思います。今年は引っ越しをしたのもあって買い替えたものだったり、一人暮らしを何年かしていて、これあってもいいなっていう発見もあったので、そういうものを中心に紹介していこうと思います。特に順位は決めていないので、良かったもの10選っていう感じで紹介していきます。1つ目は無印良品のおこげというお米を炊く用の土鍋になります。見た目は土鍋っぽくないんですけど、開けるとこんな感じになっています。今までは3合炊きの炊飯器を使っていたんですけど、ここの家のキッチンには炊飯器を置くスペースがなくって、でキッチンの丸テーブルに置いておくとコンセントを挿すために通路が塞がれてしまって邪魔だなって思っていたんですね。で土鍋だったらコードが必要ないし、お米も美味しく炊けるって聞くからいいんじゃないかって思って試しに買ってみました。実際土鍋にしてみて困ったことは一つもなくて、炊飯器を使っていた頃は私はずっと保温機能を消すのを忘れたままご飯をカピカピにさせてしまってダメにしてしまうことがよくあったんですけど、これはそういう保温機能とかがないのでご飯がカピカピになることは一切なくて、結構炊飯器だと中蓋を洗い忘れてしまったり、あとお釜じゃない機械の部分が汚れてしまった時に掃除するのが面倒だったりするんですけど、これは全体を丸ごと洗えるので、そういう意味ではすごく衛生的に使えるなって思います。自分は 1.5 合炊きを購入したんですけど、 3.5 合炊きもあるので、もうちょっと多く炊きたいなっていう人はそっちを使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。2つ目はパナソニックの電動カミソリです。これは前使ってたものがダメになってしまったので勧められて購入しました。これのいいところはちゃんと防水なところ。前使ってたのは多分防水じゃなかったんだと思うんですけど、お風呂で使ってたら電池の部分がちょっと溶けてしまったので、ちゃんと防水のものを今回は選びました。個人的に気に入ってる部分はこの刃の部分が外せるようになってるっていうところ。前使ってたのはこのヘッドの部分がごそっと取れるっていうだけだったんですけど、これはちゃんとこうやって刃の部分だけ取り出せるので、ここに挟まってしまった毛とかゴミとかもしっかり取り除けるのは衛生的でいいなと思っています。あとここがちょっと動くようになってるので、反りづらいところでも綺麗に反れるんじゃないかなと思います。私はこれは産毛を剃ったりとか、あと眉毛を整えるのに使っています。男性でも女性でも使えると思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。3つ目はサロニアのストレートヘアアイロンです。これは今まで使っていたヘアアイロンがすごく巻きづらかったので、美容師さんに相談をしたところこれを勧められて購入しました。サロニアのヘアアイロンは安いのに使いやすいっていうので有名だそうで、今まで使ってたヘアアイロンが閉じてる状態がデフォルトで押すと開くっていうタイプだったんですけど、これは開いている状態がデフォルトで、このまま自分で挟んで巻くだけなので、すごく直感的で巻きやすいなと思って使ってます。一番びっくりしたのが温まる速度がめちゃくちゃ速いっていうところ
今までは 2,3 分くらい待ってたんですよなんですけど、これは2、30秒くらいですぐに温まってしまうので、もう本当にそれが楽で重宝しています。ロングの人はもちろんなんですけど、私みたいにショートヘアでもすごく使いやすいなと思ったので、これはおすすめです。4つ目はこちら、家庭用の脱毛器です。これはもらい物なんですけど、ここの部分から光が出るようになっていて、でこの周りのピンクの部分が冷たくなるようになってるんですよ。光を照射するとそこの部分だけ熱くなるので、周りのピンクのところで冷やしながら照射を続けるっていう感じの脱毛器になります。私肌が弱くてずっとカミソリ負けで、肌がすごくもうボロボロだったんですよ。で除毛クリーム使ってみたりとか、脱毛サロンの体験に行ったりとかしたんですけど、やっぱり痛いし高いしって悩んでいて、でこれをもらったのでやってみたのがきっかけです。本当に効くのかなって半信半疑だったんですけど、3月くらいから始めて約1年使ってみて、だいぶ毛が薄くなりました。完全になくなりはしないんですけど、たまに毛がほろっと落ちたりとか、自己処理の頻度も減ったので、だいぶ肌の負担が減って、で少しずつ今肌の調子が良くなってきています。これはもう本当に使ってみてよかったなって思いましたね。私はすね毛とか、あとは脇に使っているんですけど、顔周りの毛とか、あとは VIO なんかにも使えるみたいなので、そういうところに使ってみたい人にもおすすめです。あと肌も傷むことはなかったですね、自分の場合は。人によっては肌の色とか肌質で痛みが感じる人もいるかもしれないので、いろいろ他の人のレビューとかを見ながら購入を検討してみてください。そして5つ目は専科のパーフェクトホイップです。これは洗顔料になります。私は今まで洗顔料ほとんど使ってこなくて、ずっと石鹸で顔を洗っていたんですよ。石鹸は安いし洗いやすいし楽だからいいと思って使っていたんですけど、これも勧められて1本もらって、それで使ってみたんですよ。私最初その肌が突っ張るくらいまで洗った方がいいって思ってたんですけど、なんかこれで洗うと肌が突っ張らないんですよ。いつもは顔が私結構ベタベタになるタイプなんですけど、これで洗うと全然次の日ベタベタしなくなってびっくりするくらいそれでこのくらい優しく洗うのがベストなのかもしれないなっていう風に気づいて使い始めました。石鹸みたいな洗い上がりが欲しくて、たまにやっぱり石鹸で洗う日とかもあるんですけど、お化粧とかした日はこれで洗っています。洗顔料としてはかなりコスパがいいみたいなので、肌トラブルとかに悩んでる方とか、あとは顔がベタつくなっていう人はこれで洗ってみるのいいんじゃないかなと思います。6つ目はこちら。これはステンレスの洗濯バサミになります。これは100均で購入したもので、私はキャンドゥだったかな。
でもどこの100円ショップにもこれは売ってると思います。これは洗濯バサミとして買ったわけではなくて、食材とか調味料とかの袋を留めるクリップとして購入してきました。今まではプラスチックのザ洗濯バサミっていう感じの洗濯バサミで袋を留めていたんですね。でも見た目があんまりテンションが上がらないから、袋を留めるための細長いクリップ、ああいうのを使ってみたりしたんですよ。なんですけど、袋専用のクリップって袋の大きさに合わせてクリップの長さを変えないといけないので、ちょっと面倒くさいなって思ってしまって、やっぱ洗濯バサミみたいに簡単に留められて、でなおかつ見た目がいいものがないかなって考えて、これにたどり着きました。これにしたら全然戸棚の中がなんかおしゃれに見えてきたので、100円でテンションが上がる戸棚を作れるなら安いものではないかと思います。洗濯用にこれは使ったことがないので、洗濯バサミとしての機能はどうなのかわからないんですけど、私みたいに洗濯バサミで袋を留めてますよっていう人はこれにしてみるのをおすすめします。そして7つ目はこちら。これは中尾アルミのキング鉄フライパンになります。これは今まで使ってたフライパンがニトリで買った取っ手の取れるテフロン加工のフライパン鍋だったんですけど、テフロンの加工が何年も使っていたので剥げてきてしまって、でせっかく買い替えるなら長く使えるものがいいなということで鉄フライパンを選びました。鉄フライパン結構調べたらいろんなものが出てきて悩んだんですけど、鉄フライパン初めてだし手入れが難しいっていうのを聞いたので、お手頃な値段でそんなに重くないやつっていうのを考えて、中尾アルミの22センチのフライパンを買うことにしました。これにして良かった点は、とにかく料理が美味しい野菜炒めとお肉料理がめちゃくちゃ美味しくできます。多分火の通り方がめちゃくちゃいいんだと思います。私はあんまり炒め物とか揚げ物とか作らないタイプなんですけど、これを買ってからはガンガン炒め物作ったりとか揚げ物作ったりとかするようになりました。ここも金属なんですけど、普通に炒め物してるだけではここはすごく熱くなることはなくて、私は素手で普段料理しています。で1個注意しなきゃいけないのは、鉄フライパンで酸味のあるもの、柑橘系のものとか、あとはトマトとかケチャップとかを炒めてしまうと、育ってきた油の膜が剥がれてしまうことがあります。なのでもしかしたら今後そういう酸味のあるもの用のフライパンを買うかもしれません。でも鉄フライパンは一生ものっていう風にも言われているので、長く使っていきたいなと思います。そして次、今日はちょっとないんですけど、こちら辛ラーメンのキムチ味です。これは辛いもの好きだけど辛すぎるものはちょっと食べれないっていう人にものすごくおすすめです。私辛ラーメンすごく好きなんですけど、やっぱり辛ラーメンスープの粉とか全部入れてしまうと辛すぎて涙が出てきてしまうので、なんかちょうどいい味でも辛ラーメンの味のものがないかなって思っていたんですよ。そしたら
ちょっとスーパーとかにはあんまり置いてないんですけど、ウェルシアっていう薬局に行くと辛ラーメンのキムチ味が置いてあります。あれが粉を全部入れても辛すぎなくて、でしかも具材にキムチが入ってるのでめちゃくちゃ美味しいです。辛ラーメンめちゃくちゃ好きだけどちょうどいい辛さのものが欲しいなっていう人は辛ラーメンのキムチ味おすすめです。次はコーヒーのドリップポットになります。これはユキワというブランドのドリップポットになります。今までは電気ケトルを使っていたんですけど、お湯が漏れるようになってしまったので、そろそろ買い替えないとなということでこれを選びました。電気ケトルをまた買ってもよかったんですけど、私はガスでお湯を沸かすのが好きなのでこれにしました。実はこれ新品ではなくて中古のものをフリマサイトで購入したもので、もともとはフレンチレストランで使われていたものだそうです。自分は喫茶店のアルバイトをしていたことがあるんですけど、ドリップポットが並んでいるのを見て、ああいう使われていたものをお家にお迎えするのもいいなっていうふうに思っていて、そういうこだわりがあったので中古のものを買いました。普通に新品のものも Amazon とかで購入はできます。でこれサイズが1リットルなんですけど、普通にコーヒーとか白湯とか飲むのにも使えるし、ちょっと大きめのカップ焼きそばなんかを食べる時もお湯が十分足りるのでこのサイズにしました。もし気になる方はお気に入りのサイズのものを見つけてみてください。はい、そして最後は空気清浄機になります。これは本当に今年買ってよかったなと思っています。この家に引っ越してきた時にもう数年この家誰も住んでいなかったので、埃がやっぱり素人の手だけではちょっと掃除しきれなくて、ハウスダストとかダニのアレルギーを持っているので痒くなったり、あとは喉の調子がおかしかったりとかでかなり困っていたんですけど、空気清浄機を購入して1ヶ月くらい経ったらだいぶ眠れるようになったし、喉の調子も治って、買ってすぐに効果があるものではないけど継続して使い続けることでこんなに健康的になれるんだなと実感したものになります。はい、いかがだったでしょうか。今年は割とどれくらい安いかっていうよりはどのくらい長く満足して使えるかっていうところに焦点を置いて買い物をしてきたかなと思うので、これから一人暮らしに向けて準備している方とか物持ちを良くしたいなって思っている方の参考になれば幸いです。ここまで見てくださってありがとうございました。